はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は3月前半の星の解説とタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソードの7、ワンドの9、ワンドエース、ペンタクルスの4、ソード5の逆、ソード9、ソード8です。そしてワンドクイーンの逆ですね。はい、気をつけることや対策が節制とカップのページ逆とオラクルはペンタクルスの3です。はい、ちょっと星の補足説明なんですけれども、3月の2日からですね、火星というバイタリティとかやる気とか勇気っていうそのエネルギーを持っている火星が魚座に入ってくるので、天秤座さんにとってはとても仕事を頑張ろうとかコツコツと日常を整えましょうみたいなエネルギーとして使われます。なのでちょっと溜まっていた仕事を一気にやろうこなしちゃおうとか、または日常生活の自分の健康面をきちんとしようとして、急に体をねトレーニングしようとか、日常生活をきちんとやろうみたいなところにエネルギーを注ぎやすくなりますね。そして3月の3日が月食なんですけど、この月食っていうのは通常の満月の倍ぐらいの強さがあって、すごく精神的にいろいろ揺さぶられやすい時期になるんですね。通常でも満月ってなんとなく感情が高ぶりやすいとか、私たちも 60% が水なので引力とかそういうのによっていろいろ揺さぶられるんですけど、それはちょっと強いわけです。そして2月の17日のこの月食から始まっているこのいろんな気づきがちょうど3月3日のピークを迎えて収まってくるって感じがあるので、もしこの時自分の中でちょっと迷いがあったりとか、体おかしいなみたいなのがあったとしても、それだけその自分にとって必要なところに焦点を当てるように促されてるだけだと思っておいてください。もし体が変だなだったら、体をちゃんと整えるっていうことが今必要なことなんだなと思うし、もし何かにすごく焦点が当たってこのことにこだわってるっていうのがあったら、そのことに対して自分が手放していくとか何か改善していくっていうことなんだなっていうふうに捉えたらいいので、通常3月3日の月食のあたりっていうのはちょっとそういうふうにモヤモヤしやすいよっていうことなんです。そしてそれが過ぎて3月の6日の夜ぐらいから金星というね、社交性とか豊かさとかお金とか愛情、美しさ、感性というものがお羊座に入ってくるので、天秤座さんにとっては他者との関係においてちょっとホッとするとか、ちょっと良かったって思えるみたいなホッとする感覚があります。人と向き合っていくチャンスがあるとかきっかけがあるっていう感じだと思いますし、ご自身も楽しめる感じです。そしてもう一つね、やっぱり3月の11日から逆行しているように見えた木星が順行に戻るということで、木星っていうのは発展とか拡大とかいうエネルギーで、今年の前半を引っ張ってるエネルギーがなんとなくちょっと逆行してるように感じていた時期だったので、それが3月の11日から順行に戻るということで、仕事ぶりというか自分の世界がやっとまたスムーズにいくっていう感じですかね。なので3月前半はとても仕事運があるって言える時なんです。もちろん今水星が逆行してるので3月21日までは逆行してますが、それ以上に大きなエネルギーが戻ろうとしてるっていうか、本来あるべき姿に戻ろうとしてるので、まだ頭の中ではごちゃごちゃ考えるかもしれないけど、流れはもう整う流れになっていくよっていう感じでしょうか。そしてカードで見てもやっぱりオラクルが、もう最初にオラクル言うんですけど、ペンタクルスの3ということで、これは他者と協力しながら一緒に作り上げていくよっていうカードなんですね。自分にとって本当に大事なものを、新鮮なものを違う専門家の人たちとか違う人と一緒に相談しながら作り上げていくよっていうカードがあるので、やっぱり何かご自身がこれまで計画していたこととかお仕事に関しての流れが生まれてくるんだろうなと思います。ただやっぱり入り口がソードの7なので、なんとなくここに至るまでの間に後ろ髪引かれるような気持ちとか、先にこれやっときたいんだよなとか、そういう自分の中での矛盾があったのかもしれませんね。仕事本当はこれをやりたいんだけど、
こうやっちゃった以上こっちを先にやらなきゃいけないんですよとか、そんな感じでしょうか。例えばよくありがちなのって、こう自分の仕事ぶりとしたら、自分はこういう仕事がしたいって思ってたとしても、売り上げ上げるためにはこうしなくちゃいけないっていう会社のルールに従ったりとか、上司に従ってこうしなきゃいけないよねみたいな感じで、ちょっと自分の中にねじれがあったなって感じがします。それをなんとか自分のに収まるように調整したかったんだと思うんですよね。それに対しては前向きな努力をしてきましたよねっていうカードも出ていて、ただそれには協力体制が必要だったって感じがして、自分ができることは頑張ってますっていう状況が現れています。そして今はこのペンタクスの4というカードが出ているので、何かを守っていきたいんだ、もう損はしたくないとか、自分がかけた分ちゃんと利益を生み出したいとか、守りたいものがあるっていう感じでしょうか。でもそれに対してまだやっぱりね、精神的にちょっとモヤモヤしてるなっていう感じがあるんです。でもこのモヤモヤの原因って何なのって言ったら、やっぱり自分自身を疑ってる気持ちが強いのかなっていう気もします。自分が安定してないとか、不安定な時って原因を外側に投影したりしますよね。外が今誰々さんがこうだったらもっとこうだったのにとか、状況がこうだったら私はこうなのにって思うけど、実際はただ自分が調子悪いだけっていうこともよくあって、単に体がしんどいとか、どこどこがちょっとバランスが崩れてるから、そのように見えるっていうだけのこともあるので、なんか誰かに対して不満を感じたりとか、なんかモヤモヤするなと思ったら、まず自分をすっきりさせましょうって感じがします。特に今健康面とか自分の日常生活に焦点が当たりやすい時なので、自分を癒す。なんか無理して、ここでも無理してなんかねじれてるんですよね。無理して自分をねじらせて何かに合わせてるって感じがするので、いやもう分かりましたと、私はちょっとこの1週間は私のために何かをしますみたいな感じで、自分にいいことをしてあげてほしいんです。でないと、ここでもやっぱりソードの8っていうカードが出ていて、自分で自分のことを縛ってる感じがするんですね。でこういう時っていうのは、カードがこう出てるから絶対そうなるということではなくて、今のままいったらそうなりやすいから、自分で気をつけて変えていったら全然結果が変わりますのでね。これあくまでも私たちの気づきを促すためのリーディングであって、恐れを植え付けるものではないので、自分で変えていきます。主体は自分です。なので今これを見せてくれてるんだなと思うんですね。天秤座の方っていうのはやっぱり優しい方が多いですよね。他者との協調性を重んじるがゆえに自分の意見を収めるとか、ちょっとここは抑えとこうみたいなこともあると思うんですけど、もしかしたらちょっとそれをやりすぎて自分がしんどくなってるかもしれないので、自分をまずは癒す、自分を認めるみたいにしてください。自分であまりにも自分をごまかしすぎてると、もうごまかしてる自分すら見ないみたいな感じになっちゃうので、そうならないように自分をほどいていくって感じかな。この3月前半、自分をほどいていくってどうしたらほどけると思うっていう感じなんですよ。ゆっくりどうやったら睡眠確保できると思うもそうだし、どうやったらリラックスできるか、どんなリラックスの時間を自分に与えてあげられますかみたいな、それを考えてみてほしいんですね。そうすることによって結果的に仕事うまくいく、結果的に健康は良くなる、結果的になぜか日常生活がうまく回るみたいな感じになるっていうことなんです。なぜならばやっぱりこれなんですよね。対策のところで出てるカードが節制というカードが出てまして、節制っていうのはバランスをとってるんです。理想と現実のバランスをとってるっていうことなので、どうすれば自分のバランスが取れるかなっていうことをご自身で自分に与えてあげてほしいんですね。そして自分から芽生えてくるこの喜びや感覚や何か新しいアイデアっていうものが出たいけど出にくいみたいな状態になってるみたいなので、自分を許すっていうことと、あと他者と関わりながら一緒になんていうのかな、こういうのアイデアを出しながらやっていくといいよっていう感じです。そしてちょっとこれ踏まえた上でのお仕事見てみましょうか。仕事、忍者、ペンタクスの9
ペンタクルのキングということで、お仕事に関しては慎重ですね。慎重にでも確実な道を行きたいということで、慎重に一歩ずつ登ってるって感じがします。でその結果非常にいいものを引き寄せるようで、ここでも最終的にはワンドのクイーンというカードが出てて、これはとても統率力のあるキャリアウーマンのカードなんですね。でここでもワンドのペンタクスのキングというのも出てますし、ペンタクスの9というのも出てるので、仕事のチャンス来ますので、やっぱりそれまでに自分の中のねじれを正しておくというか、すっきりさせておくっていうのが一番いい気がします。それさえすれば仕事はうまくいくって感じです。はい。そして人間関係見てみますね。人間関係ね。ソードの9。人間関係、運命の輪、ペンタクルスのクイーンということで、もし今何か人間関係においてちょっと迷っているとか悩んでいるっていうことがある方は、おそらく3月6日の夜以降にほどけていくチャンスがあります。まあ何事もね、こう3日ぐらい経てばなんとなく変わってくるじゃないですか、状況も自分の心境もね。そういうのもありますし、なんかやっぱり引っかかってることがあるんでしょうね、人に対して。でそれを言うに言えないとかいう感じかもしれませんが、なんか時がほどいてくれるって感じもします。そして3月の7日以降、とてもなんか流れがいいです。人との関係の流れがいいので、たまたま声かけたら空いてますみたいなのとか、こう意気投合してなんか一緒に話をする機会があったり、またとても価値あるものをシェアし合えるっていう感じがあるので、なんか突然いいですよ。やっぱり自分を整えるのが一番適している感じがしますね。ちょっとこれを踏まえた上で最後にオラクルカードを引いてみます。もしこの内容何か参考になりましたとかヒントになりましたという方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えていただけると嬉しいです。ではもう、オラクルカードで引いてみますね。これ、はい、どうでしょうこのカード、何かこのカードを見て感じるものがあったら、皆さんも直感でメッセージ受け取ってくださいね。なんかね、やっぱりどこかなんとなくですけど、自分はサポートされていないとか、自分は砂漠の中をさまよってるみたいな、そういう感覚があったのかもしれませんね。やっぱりエモーショナルデザートということで、そういう乾いている感覚が。だけど本当はオアシスがあるんですよね、そこに必ず。なのでおそらくオアシス見つかると思います。人を通して、もしくは自分の癒しを通して、なんか自分自身に潤いを与えてくださいって感じがしました。はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ素敵な時間をお過ごしください。失礼します。